こんにちは、あっさんです。今回はこの古いボイラー式のお風呂や古い浴室を新しい明るい浴室に変えていくお風呂 DIY 総集編です。まずは古い浴槽を撤去していきます。端っこのタイルに穴を開けたり、バールで叩いて浴槽を取り出しやすいようにします。でもよく考えるときれいに取り出す必要はないので、ディスクグラインダーで切っていくことにしました。こうなるとあとはもう取り出すだけです。浴槽の下は水はけが悪そうなので、まずははつり機で浴槽下をはつります。ゴーグルも忘れずに。変に盛り上がっているところがあったり、傾斜をつけないといけないので、ある程度平らになるようにはつっていきます。そこそこ平らになったのですが、洗い場の下の砂利がなだれてきました。これだと洗い場の下が空洞になるので、このようにブロックでせき止めました。浴槽下の土台作りに入っていくのですが、昔の浴槽って結構下に深いので、浴槽を持ち上げるため浴槽下をかさ上げします。これらの材料を使ってモルタルを作っていきます。まずは砂利がなだれてこないようにサイドから。これでなだれてくることはないでしょう。浴槽の足の下にレンガが来るように、そして水平に設置します。あとはモルタルを排水口に向かって傾斜をつけて塗っていきます。2日ほど空けてモルタルが乾くと、きれいに水が流れていってくれました。注文した浴槽が届きました。この狭い入り口だとどうしても入らないので、入り口を広げます。浴槽が無事に入りました。浴槽の足が来るレンガにモルタルを乗せます。浴槽は小さいですけど20キロ。両サイドがスレスレなのでヒヤヒヤです。浴槽の両サイドの隙間に断熱スポンジを挟んで、その上にモルタルを乗せていきます。これで浴槽の設置は完了です。アルミ複合板、両面テープ、不燃化粧材用ボンド。このアルミ複合板で浴室の壁、天井を真っ白にしていきます。ちなみに青いのは保護フィルムなので、外すと真っ白になります。アルミ複合板を貼るのに邪魔な古い浴室電灯を外し、出っ張ったプラグを削り、汚いゴムが溶けたようなものとシール跡をマルチツールで剥がします。新しい混合水栓をつけるために古い蛇口を外します。まずナットを時計回りに回して本体を外します。
古いコーキングはカッターナイフなどで取り除きます。足は硬いのでレンチで反時計回しに回しましょう。配管の穴は歯ブラシなどで掃除すると中の古いシールテープが取れます。配管の穴が奥まっているときは継ぎ足しソケットをつけます。では混合水栓を取り付けていきます。足がシールテープを巻く前に何回ずつ回って止まるかを確認します。左側は4回、右側は5回でした。というわけで右の足に多めにシールテープを巻いておきます。左側の口は12時位置に、右側の口は10時の位置に持っていきます。足ばっかり言ってますが自分の足で隠してすみません。本体を取り付けた後、水栓の足を締める方に回して水平に持っていきます。当て布を押してナットを締めれば完成です。では一気にアルミ複合板を貼っていきます。アルミ複合板を貼り終わったらコーキングです。コーキング剤と L 字ジョイナーを使用します。コーキングとは防水を高めるために隙間や角にシリコン剤を注入することです。マスキングテープではみ出ないようにします。保護シートを外すと一気に明るくなりますので気持ちいいですね。これなんだかわかりますか？角の部分なんです。素手で触ると危ないんです。ですのでこの先ほどの L 字ジョイナーを貼り付けていきます。まず隙間をコーキングで埋めて L 字ジョイナーにも塗って貼り付けます。でさらに隙間があればまたコーキングします。 OK ですね。ここでようやくガスが設置されました。スライド式のシャワーヘッドホルダーをつけます。コンクリートにビスを打つのですが奥まで開けすぎないようにプラグの長さだけ穴を開けます。水平に取り付けることができれば完成です。次は浴槽を入れた時に開けた入り口の補修です。まずは入り口の木枠から切っていきます。次にいびつな形の壁補修です。これにはスタイロフォームというスポンジ断熱材を使用しました。これだけでは強度が足りないのでその裏に板を挟んで留めることにしました。その上にアルミ複合板を貼り付けると完成です。油性ニス、色はブラック。これを補修した入り口の木枠に塗っていきます。これで修復した木枠が目立たなくなりました。浴室の扉が届きました。この扉は上下左右ミリ単位でオーダーすることができます。何度もメーカーに問い合わせをして木枠につけれるタイプをオーダー。きっちりサイズを確認したにもかかわらず、見てください、これサイズが少し足りませんでした。なので端材に色を塗り隙間を埋めました。こちら側もサイズが足りなかったので端材を使いました。これらには地味に時間がかかってしまいました。周りの枠さえ隙間なく取り付けれれば扉の取り付けは簡単です。最後の仕上げは床シートです。床シートも明るめにしようと思ったのですが
天井、壁も白なのでちょっと暗いめの色にしました。では早速床シートを貼るのですが、この上に直接置いてカットしていくのではなく、画用紙で先に型を取っていきます。デコボコしているこの場でカッターは少し難しいです。こんな感じですね。画用紙の端っこは数ミリコーキング用に隙間を空けています。排水口の穴も開けました。あとは広いところでカッターやハサミでカットしていきます。あとは排水口の穴です。排水口の穴を開けるのは難しいので、何が難しいかというと、まん丸に穴を開けるのが難しいので、こういうサークルカッターが使えるのではということで試しています。まずは試しに切れ端で開けてみました。途中まではうまくいってたのですが失敗します。ぶっつけ本番しなくてよかったです。床シートを貼るのに必要なローラーとコテを用意します。接着剤は防カビ用とパネル用を併用しました。このお風呂のサイズで2本半。タイルの目が結構粗いので接着剤多めに使ったと思います。ローラーで圧着していきます。もう片方もどんどん塗っていきます。あとはマスキングしてコーキングすれば終わりです。浴室が完成しました。扉を開けてみます。床シートのおかげでタイルの冷たさもなくなりました。新しい混合水栓もシャワーもいい感じです。苦労して設置した浴槽もお湯を出してくれるようになりました。浴室扉もうまく収まってくれています。薄暗かった壁、天井は明るい白一色になりました。これで浴室の DIY は以上となります。次回もどんどん綺麗にしていきたいと思います。ではまた。